はい、皆様聞こえてますでしょうか。はい、少し下げました。はい、改めまして、皆さんハイサイおはようございます。天の声を担当しております。那覇市人材育成センターマイマイ那覇の、上原と申します。よろしくお願いいたします。でですね、今回ちょっと配信、始める前にちょっと注意事項ということで、いくつか、私の方から、述べさせていただきます。まず、今回の配信、ですが、前回以前と同様ですね、超低遅延モードでの、配信になります。チャット欄を、使用して、質問等を受け付けていきますので、超低遅延モードにしてるんですが、実はこの超低遅延モードをしてるとですね、今現在 YouTube の方が調子がよろしくないということもありまして、配信の際にぐるぐるという状態になります。ちょっと読み込み中みたいな感じの、ぐるぐるの状態になる場合がありますので、その時はですね、ぜひ再読み込み、ブラウザの方で再読み込みをしていただいて、いただくと開封する場合がございますので、お試しいただきたいと思います。で、あと、チャット欄の方でですね、質問を受け付けてます。で、質問の方は最後の方にですね、お答えする時間っていうのをちょっと作りたいなと思っておりますので、その時には、よろしくお願いいたします。ということで、まもなく配信始めていきますので、ぜひ、皆様お楽しみいただきたいと思います。ということで、もうしばらくお待ちください。複数よ、ハイサイ、おはようございます。那覇市人材育成支援センターマイマイ那覇開館記念講座、今日は第4回を迎えます。那覇市人材育成支援センターマイマイ那覇は、那覇市のリーディング産業である観光産業分野などで活躍できる人材の育成を図るとともに、市民の皆様と外国人の皆様との交流、地域づくりやまちづくりの活動を支援するほか、市民の皆様の学習・交流活動を支援するための拠点施設として、去る4月1日に開館いたしました。皆さんもご存知のとおり、新型コロナウイルスの影響で、この開館記念講座も9月から配信でのスタートということになりました。さて、今日は第4回目、那覇市歴史博物館の主幹学芸員でいらっしゃいます岡間正明さんをお迎えして、このマイマイ那覇のあります那覇市地区の歴史と文化についてお話をいただきたいと思います。岡間さんの方から、レジュメをいただいております。このマイマイ那覇のツイッター、それから、Facebook の方で配信をしておりますので、こちらも合わせてご覧いただきたいと思います。さあ、それでは、岡間さん、よろしくお願いします。はい、はい、皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました那覇市歴史博物館の、学芸員をしております、岡間と申します。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。今回ですね、那覇市人材育成支援センター、マイマイ那覇の、開館記念講座ということで、那覇市地区の歴史と文化ということで、お話しさせていただきます。この回し地区という、ところなんですが、このマイマイ那覇、がございます場所が、那覇市の中今という、場所になりまして、近隣には中今小学校、中今中学校、が、ございます。そういったところにあることで、じゃあ回しという中今を含む回し地区っていうのはどういうところなんだろう、ということで今日は話をちょっと進めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ次お願いします。
はい、まず、そうですね、今日はですね、レジュメも含めて漢字が多いです、地名も多いです。正直すいません、ルビを振っていないので、読めない字が、多々出てくるかと思いますけど、極力読んでいきますので、ついてきてください。まずですね、回し 3文字で回しってどこというふうにありますけど、方言読みでは、これ回しというふうに読んでます。で、回し小学校、回し中学校、回し高校、回し所、これってどこにある？通常ですね、地名がついてる沖縄では地名とか、沖縄の名前とかですね、施設の名前というのは結構地名に由来します。中今にあるので中今小学校、中今中学校、那覇にあるから那覇中学校、那覇小学校というのが分かります。それに、合うように回し小学校、回し中学校、回し高校等々は、回し地区にあるという、ことになっていますが、それぞれですね、地図感覚、地理感覚がある人を見て、頭に思い浮かべてほしいんですけど、回し小学校、回し中学校、回し高校、それぞれ非常に離れております。小学校は回しのいわゆる寄り宮というか寄せ宮のところにありまして、中学校は大道、回し高校に至ってはもう那覇市の、方言というとハンタバンタって言ったら失礼ですけど、あっちはどこになりますかね、具志じゃないな、何でしたあそこは、すいません、ちょっとど忘れしましたけど、式内のもうちょっと先の方に、なりますが、非常に同じ名称がついていますけど、広域にわたって存在しています。ですので、回しっていうと、そういえば回しの中心地というか、回しっていうのはどこっていうのは少し、よくわからないところなんですが、で実際じゃあ回しって地名が現在どこにあるのか、ちょっと調べていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、今映ってるのはですね、首里地区の地図です。真ん中のですね、右下の方に、オレンジ色というか緑に囲まれたオレンジ色が、あるかと思いますけど、それがですね、首里城になります。首里城ですね、昨年の10月31日、もうすぐ1年になりますけど、炎上して消失してしまいましたけど、この首里地区には首里城というのがございまして、首里城がある首里というふうに言えば、なんとなく皆さんあの辺かというイメージつくかと思いますけど、この首里城のですね、右左側といいますか、向かって左側ですね、緑と白い線が1本、西側に向かってというか左に向かって伸びていますが、その一帯に回し町という、地域がございます。現在も那覇市首里回し町という、住所、地番表示があるところですが、ここに回しという地名がついてあります。これ、首里なのに回しという地名がついてるんですね。で、そうすると回しという、今言っているこの中今も含む回しっていうのは、じゃあどこから来てるのっていうところでちょっと話進めていきます。では次お願いします。すいません、手書きで大変申し訳ないんですが、この今の地図にですね、赤く、斜線を入れたところ、ここがですね、琉球王国時代は回しの平と呼ばれる地域がございました。平って言ったらここで平等というふうな字を書いて平というふうに読ませておりますけど、平という言葉には沖縄の方言では坂という、意味もございまして、ここでいうところの平っていうのは、首里大地の坂の上というところで回しの平、この一帯が回し町を含む一帯を回しの平と呼んでおります。この地域がですね、赤く塗った地域が接する場所が、回しという地域になりますが、すいません、次お願いします。はい、すいません、急に、古い地図が出てきましたけど、この地図はですね、間切り修正図といいまして、現在沖縄県立博物館美術館が、所蔵している地図ですが、ちょっと形分かりにくいですけど、右端に黄色い
ちょっと卵に似たような形の黄色いところがございますが、ここが首里という地域です。首里はですね、三平という、ところになりまして、回しの平、ハエの平、西の平という、3つの地域が集まって首里というふうに言っております。で、この、首里に接するところに、緑色にあるのが、下の方になりますけど、回し紛りと、文字が逆になっておりますけど、回し紛りという、文字が見えるかと思います。で、回し紛りをさらに上の方に行きますと、ピンクのところに、桃色ですか、泊村、さらに、黄色いの久米村、そして赤く小さく、この字型というか、に書かれているのが那覇というところになります。那覇湯町というふうに言われておりまして、首里の三平に対して那覇は湯町、湯町、東村、西村、若狭町村、泉崎村、この4つを合わせて那覇というふうに総称しておりました。で、先ほどの首里なんですが、首里の、回しの平、ハエの平、西の平で、回し紛りに接しているところ、すいません、回し三平ですね、回し平に接しているところが回し紛りというふうになります。緑のところ、ちょうど、なんて言いますかね、首里の卵の上の部分が回し平というところですが、そこに接しているところがちょうど緑になっています。ですからこの緑が回しの平、で接している部分が回し紛りという、地域になります。じゃあこれに関連して先ほど三平の三平には回しの平、ハエの平、西の平というふうに出てきますが、回し紛りの下の方にですね、桃色でハエバル紛りというのがございます。黄色の首里の下の方にですね、ハエバル紛りというのがございますが、ここもですね、首里の黄色い三平の回し紛りと、回しの平と、対して、ハエの平というございますが、ハエの平に接しているところがこの桃色の、ハエバル紛りになります。で、もう一つ西の平なんですが、西の平に接しているところが、小さく文字で書かれてるんですけど、西原紛りという。ですから首里を取り囲むように回し紛り、ハエバル紛り、西原紛りという3つの紛りが、囲んでおりまして、その三紛りの坂の上、に位置するのが首里ということになります。これ、首里の三平と呼ばれている、ゆえんかと、考えております。この、3つの地域、回し紛り、ハエバル紛り、西原紛りというのは首里地区の直轄地ということに王国時代になっておりまして、ここから取れる収穫物は首里王府の財源として使われております。はい、ちょっと難しいですけどすいません、地図を見ながらちょっと、頑張ってついてきてください。はい、次お願いします。はい、先ほどの地図をですね、現在の地図に、落としたら、こういう形になります。この色を塗っているところがですね、現在の那覇市域です。海側に、青く塗っているところがですね、これは戦後の埋め立て地ですね。埋め立て地でございまして、黄色いところを、右側からですね、黄色いところが、現在の首里地域で、桃色のところが先ほど緑色で書いてありましたけど、こちらが回し地域になります。で、赤いところが、泊久米村を含んだ首里ですね。で、緑が、空港のある小禄という小禄紛りということになります。この4つの地域がですね、合併しまして現在那覇市という、地域になっております。右側にちょっと左側に書いておりますけど、沖縄県設置、琉球処分によりまして
久米村と泊村というのが、那覇に編入されております。そしてですね、明治38年には、回し間切りの一部でありました、牧志村、国際通りの、ところにありますけど、那覇市牧志というところと牧志村とですね、小禄間切りから、柿の花村を、那覇市に編入しまして、昭和の戦争前まではこの赤い地域が、かつての那覇市というところになります。沖縄戦が始まる75年前まではこの黄色い地域、首里が、首里市、桃色が回し村、赤いところが那覇市、緑色が小禄村ということになっております。じゃあこの間切りとですね、首里那覇との違いっていうのをちょっと少し見ていきたいと思いますので、次お願いします。少しここからちょっと難しいまた話になりますけど、琉球王国時代はですね、町と間切りという2つの行政区域がありまして、この間切りの中には村という単位がございます。町というのは、先ほど言いました首里三平、回しの平、ハエの平、西の平ですね。で、那覇湯町、これ4町と書きますけど、中に入っているのは琉球王国時代は東村、西村、若狭町村、泉崎村、そして、中国人の、子孫たちが形成したと言われる、形成した久米村、方言でいうと国人田ですね。それと、港がありました泊村、これらの地域が琉球王国時代は町と呼ばれております。で、このじゃあ町という、ところ何なのっていうと、簡単に、今風で言えばいわゆる都会です。人が多く住んでいるところ、ということで町というふうに言っております。でこれに、対して、間切り村という、言葉があるんですが、この村というのがですね、琉球王国時代の、行政の基本単位で、住民の生活単位、現在の、なんとかあざとかなんとか町に相当するところなんですが、そういった、いわゆる共同体を作っている基本単位になります。この共同体の基本単位村がですね、いくつか集まって12、3とか、そういったものを集まった一つの行政単位をしたのが間切りと言われまして、現在の市町村に対応します。ですから先ほど出てきました回し間切りというのは、琉球王国時代は回し間切りというふうに呼ばれているんですけど、その後回し村になりまして回し市になっております。小禄間切りも琉球王国がなくなった後しばらくして小禄間切りから小禄村となりまして、その後那覇市と合併しております。あと、町と間切り、村を分かりやすく言うと、先ほど言いましたように、ちょっと言葉悪いですけど、町といえば都会、間切り村といえば、田舎ということになります。で、先ほど言いました首里の方なんですけど、回しの平と、回し間切りということで、首里は三平の総称、那覇は与町の総称というですから、本来的には首里という地名はないんですね。那覇という地名も、現在ございません。行政区域としては、行政単位としては那覇市という言葉になりますけど、地名としての那覇というのは、ないわけです。ですから首里という行政単位としてはありますけど、首里という地名ですね、場所は、現在もありません。ですから沖縄の名前はですね、基本的には地名に由来しますので、首里さんとかですね、那覇さんというのは本来的にはいないことになるんですけど、勝連とかのあたりには首里さんという名前出てきますし、那覇さんというのも、あるという話を聞いてありますので、これ役職名とかそういったのでつけたのかなと思っております。で、首里は回し、ハエバル、西原間切りの結節地点ということで、この3地域の坂の上にある大地上にあるのが、いわゆる首里という地域になります。はい、でじゃあ
少し回しの平についてちょっと詳しく見ていきますが、回し紛れに接する地域で、首里の中の9か村からなります。回し村、町端村、山川村、町端村、山川村、大淀川村、与那覇道村、立岸村、駿河村、金城村、内金城村、ここでいろいろ聞いたことある、聞き慣れない名前もありますけど、下に書いてあるように町端村というのは大正3年に、池畑町に改名しております。これ町端というのは現在の竜丹のそばなんですけど、そこはですね、市がかつて建ってたんですね。町が市場があったんですけど、市場があったので市のある町ということで町端村というふうになったんですけど、明治大正期にですね、その市場がですね、回し紛れの方に回し町の方に移ってしまったので、その後、池畑町というふうになっております。で、駿河、寒川村、これで寒い水川村で駿河というふうに呼んでますけど、大正13年には寒川町と、いわゆる駿河として名前改名しております。大淀川村、与那覇道村は明治12年に山川村に編入、立岸村は、駿河村および山川村に編入、内金城は金城に編入ということで、現在の首里の、回し、町、池畑、山川、金城、駿河というのが、回しの平になりまして、その接する地域が回し紛れということになります。はい、次お願いします。はい、先ほどの地図、ちょっと拡大したんですので、先ほどよりちょっと見えやすいかと思いますが、回し紛れはですね、古くはこの緑色に塗られたところがすべて回し紛れです。古くは首里城の北西から南にかかる広大な地域であったけどありましたが、首里王府の直轄地の一つとして首里見平のうち回しの平の直轄地域であったと。で、1640年から50年代にかけて、花城村だったと思われる那覇、久米村、泊村が町方として分離。さらに1673年に小禄地域、小禄紛れの創設のために義馬村、金城村、義馬金城村、小禄村が分離されました。というふうに言うとちょっと何のことかという難しいですけど、回し紛れというのは首里城のですね、北西地域から、いわゆる那覇、海にかけて全てがいわゆる回し紛れだったと、言うんですね。しかしその浮島といわれる那覇、当時は花城村というふうに言われてるんですけど、そこに、人が住み始めて、町としていわゆる都会地、居住地で商業地域として発達するにつれて、1640年から50年にかけていわゆる回し紛れから独立というようなことで、回し紛れが若干小さくなっていく。でさらには小禄地域ができたために、かつては回し紛れの一部であった義馬村、義馬金城村、小禄村、今でいうところと柿の花地域がですね、回し紛れから、分離されまして小禄に、編入されるということで、回しは王国時代若干小さくなったということになりますが、それでも、首里に接する、地域紛れの一つとして、広大な場所を占めていたということが言えます。で、通常ですね、なんとか紛れと言われるところにはドゥー村という、同じ村という字を書くんですけど、ドゥー村と呼ばれるところがございまして、そうですね、宜野湾紛れだったら宜野湾村とか、名護紛れだったら名護村とか、同じ紛れ名と同じ村がありまして、そこには村の番所が置かれるという、いわゆるその紛れの中の主村といいますか、主有という、
中心となる村として位置づけられるんですけど、それは大概回しとか西原とかそういった地名が付けられます。しかしですね、回し間切りはですね、首里にある回しの平というのが、回し間切りのいわゆる村主有として位置づけられたために、回しの間切りの中にですね、回し村というのが存在しないんですね。回し村の中には回しというなくて、そのために間切り番所は、回し間切りの中の、上間村、式な上間、この緑でいうところと回し間切りって逆に字が書いてありますけど、そこの下の方に、間切り番所が置かれるということになります。回し間切りの中でですね、主有と位置づけられたのは式名村で、この大きい地域ですけど、明治13年琉球処分後の、人口ですが、回しの人口が約、8300人、首里が当時約2万5千人、那覇が1万3000人、小禄が1万2000人、小禄結構多いですけど、これはですね、首里は小さいですけど役人も多いですし、首里勤めをしている人たち、そして町百姓と言われる人たちが、数多く住んでいましたので、やはり琉球王国時代は、一番人が多く住んでいる地域です。その次にやはり町になってます那覇で、小禄の方ですが、小禄は当時は柿の花地域がまだ小禄なので、那覇に近接するところに人が集まってきたと思われますので、若干人が多いというところと思います。で、回しが8000人で、それが、後でも出てきますけど、昭和15年戦争前になりますと、首里が8000人、那覇がですね飛躍的に伸びまして7万6000人、小禄が9000人で、回しもですね1万7000人と非常に数が増えています。これはですね、首里はですね琉球処分後ですね、いわゆる琉球王国が解体されまして、沖縄県になった後ですね、県庁が那覇に、置かれます。この赤い部分の方なんですけど、そうするとですね、仕事場がですね那覇に移っていくんですね。で、商業都市ということもあって那覇の人口が、格段に増えていきます。首里はですね土地が少なく畑をするところもないということで、人口流出が続いていきます。いわゆる、首里から、他の地域に降りるヤードイという、人たちが、数多く出てきます。そういった受け皿の一つが、回し間切りでして、回しは首里から流れてくる、人々も受け入れつつ、人口が、多くなっていきます。で、回しの村なんですが、こちら下に書いてありますように、式名村、上間村、中今村、国場村、小羽倉村、与木村、牧志村、麻戸村、アメク村、阿邪村、真壁村、松川村、こう書いていると、もう今皆さん住所名でいくと那覇市式名1丁目何丁目、上間、中今というような具合で、現在ある那覇市のいわゆる住所番号と、同じ地名が出てくるので、ここが回しなのかっていうのが、分かりやすいかと思います。はい、次お願いします。ごめんなさい。ちょっと一つもう一回前まで。はい、すいません。回し間切りだけの話をすると、ちょっと今後の那覇との関わりも、出てくるので、少し那覇についても、お話ししたいと思います。この地図でですね、回し間切りが緑の部分というお話ししましたけど、そこの上にあります赤い、地域ですね、いわゆる那覇と言われているところなんですけど、この浮島那覇がどういったところだったかっていうのを少し見たいと思います。はい、次お願いします。これはですね1700年頃を、描いた、地図なんですが、なかなか言葉で言うの難しいですけど、真ん中左手側に少しちょっと
橋では結ばれてますけど、浮かんだ島といいますかが分かるかと思いますけど、分かりますかいわゆるその真ん中ぐらいなんですけど、橋がかかってるんですけど、橋がかからなかったら、いわゆる対岸から外れた島という、ちょっと難しいですかね。いわゆる左端にはちょっととんがった岩がありますけど、ここが現在のですね、真ん中ですけど、波の上になるんですけど、このようにかつての那覇っていうのは浮島と言われたところに、ここに、中国の人たちを含めて、住むようになって、いわゆる町が形成されていきます。で、この地図のですね、右上になるんですけど、本当に右端上といいますか、そこにですね、ちょっとごちゃごちゃごちゃって書いてありますけど、ここが王城と書かれてまして、いわゆる首里があるお城がある地域になります。で、その下にちょっと山っぽいのがありますけど、ここがいわゆる回しまぎりの地域ということになります。はい、じゃあ次お願いします。で、この浮島なんですが、この地図はですね、那覇市の海面の高さを、示した地図でして、うっすらと赤く、港の形とかあざの方とか、空港の方とかが形が分かるので、イメージしやすいかと思いますけど、何ですかね、斜め左上といいますか、この一帯が全部白で、右側にかけて、黄色から赤の、大地、いわゆる標高が高いところが、出てくるというのがイメージできるかと思いますけど、この左側の地図の右側に赤くなっているのは、回し台地と首里台地が描かれておりまして、右端の方真ん中になりますけど、濃い赤いで一番高いところが那覇市内で一番高い弁ヶ岳、163メートルだったかと思いますけど、そこになりまして、それから、首里城の、160メートル、あたりの大地が、来てということになります。どこって言ったら本当指さして言いたいんですけど、ちょっと難しいです。すいません。で、右側なんですが、それをちょっと拡大したら、少しだけちょっと盛り上がってる部分が、見えてくるんですけど、ちょっと海深といいますか、海、標高が水のかさが高くなると、那覇というのは、正直低いですので、水に浸かってしまうところが多いんですが、この右側の地図で緑が少し出ているところが那覇でも比較的標高が高いところになります。とりわけこの地図の真ん中にあるところが、現在でも那覇で、いわゆる国道58号線から海側といった方が分かりやすいですかね。ここにある、ここに位置する那覇で一番高いのが現在沖縄県の商業高校があるところなんですけど、地名も松山という、いわゆるちょっとした山で、この山の裾野に、いわゆる那覇の大地が広がっているという、イメージでいただけたらと思います。この地図の右側の地図の、真ん中より右斜め下の方に少し標高が高いところが、ございますが、ここがですね、回しまぎりの回し村の曽部、地区になって上岳曽部台地というふうに、連なっていっているところです。はい、次お願いします。先ほどの地図をまた現在の地図で、通すと、緑色が、いわゆる海水といいますか海面といいますかで、浮島と言われる地域がこのような形になります。現在赤く伸びているのが、現在の国際通りですね。
で湾入しているところが国際通りの真ん中ぐらいから緑が下の方に入っていってるかと思います。湾入しているところがいわゆるガーブ川で、現在の那覇の、市場となるような、地域になります。坪谷牧市一帯の、形状ですね。で県庁がございまして、県庁の後ろの方には、城郭、そして曽部というような台地が続いて、それからまた四季名上間方面の台地に続いている。でこの地図の右側の、右上の方にはいわゆる新都心地域のアメク台地というのが連なっているというのが分かるかと思います。でこの浮島那覇にですね、1452年ですね、第一少子の小金福公という、方が、曹源寺から、那覇に橋を架けまして、これ長江堤といわれる橋なんですけど、その橋を架けて、浮島だった離れ島だった那覇といわゆる対岸をつないだということで、はい、次お願いします。ちょっと文字見えづらいですけど、長江堤という、見えますけど、こういう形で約1キロにわたってですね、曹源寺から、現在の松山交差点近くになるんですけど、そこまで約1キロの、橋を架けまして、浮島と結んだということになります。ではこの長江堤ってどういった橋だったのか、次お願いします。はい、ですね、左側はですね、中国の札幌市が、描いた地図なんですが、長江秀才というふうに書いておりますけど、このような石橋で、長く書いておりますが、実際この橋がですね、現在もこの橋がというよりこの道筋が現在も残っておりまして、右側の写真が昭和戦前期の写真なんですけど、ですね、那覇のですね、実感寺といって、分かる方がいたら分かるかと思います。実感寺あたりの、道がそれになるんですが、これ橋の道に、子供といいますか人が2人立っておりますけど、その下がいわゆる、道なんですけど土手になってまして、いわゆる農地が、約1メートルぐらいですかね、低くなっているかと思います。いわゆるこの道自体が周辺よりも1メートルか1メートル50ぐらいいわゆる高くなっているという、ことになりまして、それがかつての、長江堤、の跡ということになる。現在はこの高低差はもう全く確認はできないですけど、道としては現在も雲地川のですね川沿いから一歩入った道として、現在も残っております。純駆動曹源寺から純駆動に行く道って言ったら分かりやすいかもしれませんけど、そこに、道筋としては現在も残っています。はい、次お願いします。はい、これまた説明しづらい地図を出してしまう。これは那覇市が持ってます首里那覇長官図屏風という、図なんですけど、上の方に、首里城を描きまして、下の方に那覇の町を描いております。首里を上那覇を下で、非常にデフォルメした、地図にはなってるんですけど、町の様子がよくわかる地図として、結構使わせてもらっています。で先ほど言いましたようにやっぱり首里とかですね、上半分はやっぱり台地状に少し山といいますか台地状になってますけど、下半分はですねもう本当に全く、台地というものはなくてほとんど、平地に家々が立ち並んでいるというようなイメージがあるかと思います。この地図でですねちょっと特徴的なものの一つとして真ん中少し上の、すいません右端のですね真ん中少し上に白く塗られた建物が、あるかと思いますが、これがですね明治9年にですね琉球処分に先立って明治政府が沖縄に軍隊を派遣するんですね。
熊本鎮大沖縄分遣隊という、軍隊を派遣するんですが、この分遣隊のですね駐屯地として作られた、いわゆる営舎です。地図の右端ですね、右端上になる白く塗られたところです。ここがですね現在の、小倉小学校一帯の、ところになるんですが、ご覧いただくようにもこの建物以外は松林とか畑が描かれるところで、かつての回し地域、そして首里那覇、という、のいわゆる何て言いますかね、土地活用の雰囲気がちょっと見て取れるかなと。首里はもう本当に首里城という一番メインなものを描いて、那覇は港を中心として描く。で、周りの周辺地域は、大地とか田んぼとか畑とかそういったものが描くということになっております。はい、次お願いします。はい、これは明治、先ほどの地図があったと、書かれた頃なんですけど、その頃の、いわゆる首里という地域の地図でして、首里城なかなか分かりづらいですけど、真ん中少し右寄りに白い空間がありますけど、こちらが市場と書かれているところで、先ほど言いました竜潭のそばにですね、市場があったので、この一帯が、町端村と呼ばれていたところです。それから移転しますけど、そのすぐ上に竜潭がございまして、竜潭の右側にあるのがいわゆる首里城です。で、その他、点々点というような形で、書いておりますが、これらがすべていわゆる家屋敷になりますね。先ほどの人口でいきますと約3万近い、人々が暮らしておりましたが、首里は、そのように、いわゆる人口が集中した地域、畑とかですね、そういったのがほとんど見られず、もういわゆる家屋敷だけの地域だったというふうに、考えて問題ありません。考えていいかと思います。はい、じゃあ次お願いします。はい、それと同じ時期を書いた、那覇の港、そして那覇と久米村というふうに書いておりますが、まず右側の方からちょっと、見ていただきたいんですけど、先ほど言いました那覇なんですが、右側にですね、上の方から三井橋、新板橋、古板橋、泉崎橋というふうに、右上から下にずらって橋が架けられているかと思いますが、この橋がなければですね、いわゆる対岸とは離れた、いわゆるこの那覇というのは島になるわけですね。でこの三井橋という新しい橋って書いているところが現在のモノレール三重橋駅の三重橋にあたるんですけど、これが長江堤の道の中で架けられた橋の一つです。ですから現在長江堤で橋として残っているのはこの三重橋、という名前だけですね。ちょっと場所は違っていますけど、はい、でこの渡りましてこの島になった部分に那覇というところがあるんですけど、この真ん中に少し緑がございましてありまして山になってますが、これ先ほど言いました松山というところで、地図上では松尾山と書いてるかと思いますけど、現在の商業学校、県立の商業高等学校があるところで那覇で一番高いところでして、その裾野に人々が住むようになった。で、この松山に近いところに久米村が住みまして、久米村というのができまして、そこを取り囲むように左手側が、若狭町で、下の方に行くと、西町東町という、町が広がっていきます。で、左側の地図になりますと、これが那覇の、港のところになりますけど、港がございまして、少し飛び出た感じのいわゆる
中央下から真ん中にかけて飛び出たいわゆる突堤みたいな、地域が描かれてますけど、これがいわゆる那覇と言われまして、この真ん中下に少しだけ白くて太く書かれてる、これ道なんですけど、道があるかと思いますけど、この道から左側が、東町、右側が西町というふうに分かれておりまして、これが那覇の東町西町のいわゆる、位置関係になります。で、川を挟みまして対岸になると、泉崎という、先ほどちょっと言いました那覇湯町というのは、この東町西町、そして泉崎町で若狭町という4つの地域で、その後久米村泊村を、編入して那覇ということになりますね。で、さらに対岸、この地図で書いて絵図にあります対岸にいわゆる柿の花がございまして、明治38年には、小禄間切りからここを編入して那覇というふうになる。やはりあの一帯は、那覇に近いということで人々が、集まって住むようになったために、人が増えて、その後那覇に編入したということになるかと思います。はい、次お願いします。はい、すみません。で、当時琉球王国に住んでた人は、どういう、雰囲気の人だったかということで、ちょっと、琉球賢人の図というのがありますけど、これは明治になってから書かれたもんですけど、明治から昭和にかけて、昭和の戦前期にかけては風俗としてはそこまで変わりはないです。琉球王国時代に、身分としてはいわゆる士族、役人層としての士族と、あと、畑を耕すとの、農民としての百姓という、士族と百姓という2つの、身分に分かれておりまして、いわゆる間切りに住む村に住む人々は百姓、で町に住む人は士族で、もう一方町に住んでるけど士族身分でない百姓がいるんですが、その人たちを町百姓と言いまして、町百姓の人は、金工品、かんざしとかですね、草履とかそういったのを作るのに、従事しておりましたし、首里那覇に住む士族と言われている人は、基本的には王府の仕事、役人勤めとして、住んでいます。それ以外は間切り村に住んで百姓として、こちらに大根担いでる人たちもいますし、頭に魚なんかを売って歩く人たちもいますけど、そのような形で、王国時代は、町に住む人々、いわゆる村間切りに住む人々っていうのは、身分的にも違いが ありました。はい、次お願いします。はい、ちょっと先ほどのは白黒だったので、今度カラーでしておりますが、左側からですね、首里に住む、いわゆる高いクラスの、高いクラスについている、役人と、その奥さん、真ん中が、首里士族、中級クラスの人々の服装で、3番目が、これいわゆる樹里の図と言われてますけど、樹里に住む辻に住む、樹里の図で、右側が、漁夫というふうに書いておりますけど、すいません、田舎婦女の図というふうに書いてますけど、魚をですね、頭に多分魚なので糸満女性だと思いますけど、こういった形で、描かれて間切り村に住む人はですね、いわゆる働くので、右側のですね裾が下まで降りている着物っていうのは着れないんですね。動きづらいので、もう非常に比較的短い裾が短いのを着るっていうのが常でして、王国時代はですね、着物の柄とかですね、模様にも、身分の差が、出ています。今回ちょっとそれは今日は
話しませんけど、そういった形で違いが出ています。はい、次お願いします。はい、すいません、王国時代からですね、いわゆる1879年に琉球王国、処分されまして沖縄県というふうに設置されるんですが、近代の那覇になる、これ那覇といったのは先ほど言った那覇地域のことだけです。那覇地域のことだけって言ったらですけど、那覇首里回しおろくとちょっと違っていますので、それぞれお話ししますけど、琉球処分後ですね、琉球王国王府がなくなりまして、沖縄県庁が那覇に置かれます。それ以降沖縄県ということになるんですが、明治12年ですね。その後行政的には明治29年に沖縄県区政及び郡政施行ということになりまして、那覇首里と言われていたところが行政区としては那覇区、首里区で、それ以外はですね、島尻郡回し間切り、島尻郡おろく間切りという、地域、名称になります。それからさらに明治41年1908年になりますと、沖縄県当初町村制という、法律が施行されまして、間切りは村、村はあざということになります。ここからですね、回し間切りと言われていたところが回し村になりまして、おろく間切りと言われていたところが、おろく村になります。ここで現在の市町村に対応する何々村というのが出てくるわけですね。で、回し村で言いますと、先ほど村の中にありました、敷名村、上間村、中今村、国場村というのが、この時からあざになります。ですから回し村あざ敷名、回し村あざ上間、回し村あざ中今というような形の行政区域になっています。この現代 そのあざなんとかから現在は住居表示になりまして、中今1丁目とかですね、敷名1丁目、上間1丁目、2丁目とかいうような形で、行政区分されていくことになります。で、3番目に1921年大正10年、来年になりますけど、那覇はですね、市政施行100年ということになるわけですが、1921年に市政施行をされまして、当時区であった那覇区と首里区はですね、市に昇格しまして、ここで那覇市、首里市というのが誕生します。この段階で大正10年段階で現在の那覇市域には、那覇市、首里市、回し村、おろく村という4つの行政地域が誕生することになります。戦前の情報で、数字ですが、昭和15年当時那覇市は7万6000人、面積としては 5.11 平米、首里市は8000人、8800人、面積としては 2.45 平米、回し村が1万7000人、1万7500人、平米としては 12.29 平米、おろく村が9900人、約1万人ですね、平米として 14.59 平米と、もう先ほどの地図ありましたように面積としてはもう回しおろくというのがもう首里那覇のもう数倍になりますでしょうか。そういった面積を誇っていて、特に回しおろくは、この時期になりますと首里よりも人口が多くなっていくということになります。これは先ほど言いましたけど、首里は、琉球王国解体後、いわゆる畑ができない、商売ができないということでどんどん人が流れていきまして、回しおろくはですね、那覇に近接するということで、人口が流入していって人口が増えていくということになります。はい、次お願いします。はい、少しちょっと細かい話になりますけど、明治41年以降に、回し村で、あざができますけど、そこからですね、回しは行政区分が、大きい土地
大きい地域ですので、そこからですねさらに区画がどんどん誕生していきまして、明治42年には式名からですね半田川というと、ですから半田川っていうのはですねかつては式名村の一部だったんです。で、小羽倉も大きいところだったんですけど、小羽倉から、坪川曽部が分立、ですから坪川曽部も、明治42年までは小羽倉村の一部ということで、そのような形で、阿邪からメカルが出る、式名からさらに回しが出る。ですから式名からは半田川とマージが分立するんですね。で小羽倉からさらに松尾が出る、真壁から古島が出る、アメクからは、上野屋が出る、麻戸から大道、余木から日川で、曽部からはさらに二中前、松尾からは県庁前というふうに、これですね人口が増えていくたんびに、人が増えていくたんびに行政区がどんどんまたできていくという状況になります。地名としてはこれらの地名は王国時代の地名ではないんですけど、半田川とか曽部とか、マージ松尾っていうのは行政地名として現在今地名として、出てきています。いわゆる、那覇市松尾とかですね、そういった風な形で、地名として、現在に至っています。はい、次お願いします。はい、少し、今度は回しだけにちょっと見ていきますが、ちょっと繰り返しになります。回し地域の行政的変遷ということで、1896年明治29年には、2区5軍制が施行されまして、島尻郡回島切り、1903年明治36年には、回島切りの、牧志村小禄間切りの義馬村が那覇区に編入されます。1908年明治41年に先ほど言いました当初町村制が施行されまして、回島切りや回し村、回し村の中にある村はあざになります。それから、戦争後になります。この辺りは、その後の話で言っていきますが、1953年戦後ですね28年に回し村が回し市に昇格、1954年に首里市と小禄村が那覇市と合併、1957年に12月には那覇市と回しと那覇が合併をするという、ことが起こります。はい、次お願いします。はい、ちょっとさっき文字が多かったので、少し、じゃあ当時の回しどういう風景だったかというと、明治になるとですね、写真が出てきて当時の雰囲気を知ることができますが、この左側の写真はですね、いわゆる坂下、田崎病院があるところのいわゆる交差点、坂下から首里の方に登っていく坂なんですけど、そこの坂の上から、見た回し地域といいますか、いわゆる坂の向こう側に広がっているのはもうほとんどいわゆる耕作地といいますか農地といいますか、いわゆる人が住んでるというような世界ではなくて、いわゆる畑地耕地が広がっているという世界です。そういった耕地の真ん中に、右側にですね、首里城に開校しました、女子師範学校とか一工所がですね、朝と現在の境町一帯に広がのところに移転して開校するんですが、やはり周辺もですね、サトウキビではなさそうなんですけど、そういったいわゆる耕作地が広がっているところにいわゆる施設ができるという。ですからここで言いたいのは回しのといういわゆる田んぼではないんですけど耕作地、畑地が広がっていた風景っていう、今ではこれ全く想像できないんですけど、こういった地域になっていました。はい、次お願いします。はい、まだ結構長いなはい、回しっていうのはですね、
那覇に接していました。特に泉崎、界隈に近いもんですから、そこ一帯から、発展していくんですけど、1919年にですね、県立、第二中学校、現在の那覇高校と、翌年には沖縄県庁が、いわゆる那覇の外れといいますか、泉崎の外れ、に移転してきます。この沖縄県庁、1920年、大正10年だったかと思いますけど、そこに、移転するんですが、この県庁の写真の前側に畑というか広がっているの分かりますか。これですね、かつてこの一帯ですね、農事試験場だったようなんですね。ですのでそういった広がりのある土地を求めて県庁が移転してきたというふうにも言えるかと思いますし、ただやはり那覇に接しているところ、回しなんだけど那覇に接しているところに移転してきた、と思われます。で、右側のこれ海南二中前と書いてますけど、写真ではちょっと海南中学校っていうのを、説明しておりますが、すいません、これちょっと、ど忘れしましたが、昭和に入ってですね、県立の一中二中ではなくて、私立中学校を、設立しようということで、式谷光信先生なんかが頑張りまして、海南の地、比川ですね、比川の、現在のカトリック教会、海南のカトリック教会の近くに、場所を求めまして、当時、国土南進政策もあったもんですから、南に開く沖縄はこれからいわゆる世界の南側に向かって開いていく土地でありますようにということで、海南中学校というのを作ります。この中学校ができたので、現在も一帯をすべて海南という、地名としては海南というのはないんですけど、海南中学校ができたので、一帯のことを現在でも海南と呼んでいます。話ちょっとずれますけど、戦後ですね、坪谷小学校の次に海南小学校っていうのができるんですが、できた場所がですね、現在の裁判所のあたりにできたもんですから、当初海南小学校ってで、しかしそこは裁判所と国有地だったので移転しないといけないということで、現在の泉崎の、市役所の隣に引っ越してきたんですけど、名前はですねそのまま海南という、ですから、海南の場所にはないんですけど、海南小学校という地名だけ名前だけを現在も引き継いで学校を、しています。はい、次お願いします。はい、ですね、これがですね1945年、これ2月の空中写真なんですけど、那覇上空袖回し一帯を写してるんですけど、中央からですね右斜め上に白い線が走ってるの分かりますでしょうか。右斜め上に白い線が走ってるんですけど、これが国際通りです。国際通りでして、この国際通りが、出発している真ん中ぐらいがちょうど沖縄県庁とかが、沖縄県庁が、これまだ沖縄県庁残ってるんです、映ってるんで、真上から見たら映ってるんですけど、沖縄県庁からですね、右斜め下にちょっと白い空き地というか場所があるんですけど、これが現在の那覇高校です。でその那覇高校がさらに右側に行くと四角いマスみたいのがございますが、こっちが現在の、裁判所とか合同庁所がある、蘇部の、中央公園というところですねに、なります。ですから沖縄県庁が移ってきて、那覇高校二中ができて、警察署、当時警察署刑務所なんですけど、その辺りが、できてくると、この蘇部一帯が人が住むような場所になってくるということで、回し地域はですね那覇に近接しているところからどんどん人が増えていく
で、那覇に向かって道もどんどん整備されていくということになります。こういった形で、海南を中心とした南部に伸びる、道というのも、どんどんできていくことになります。これ白く写っているのはですね、1945年なので、半年前の10月10日にですね、空襲がございまして、那覇の白く写っているのは那覇も、いわゆる空襲跡ということになります。はい、じゃあ次お願いします。はい、沖縄戦なので先ほどちょっと見てもらいましたけど、1944年の10月10日に、空襲がございまして、那覇の市域のここでいう市域っていうのはかつての那覇市ですね。那覇市の市域、ですから首里とか回し、おろくは省いております。那覇市域の 90% が消失、リサイト数が1万5000棟中1万1000棟、死傷者が、225人、過去は負傷者も含めてなんですが、家がですね90% 焼けて、死者が225人っていう数字を見ると、比較するとそんなに多くなかったのかなっていう気はしますけど、これはですね、米軍の空襲がですね第1次第1次から第5次にわたって行われておりまして、朝の7時ぐらいからですね、おろくの那覇飛行場、そして那覇の港、第1次第2次が午前中はそこに集中していたために、空襲とした市民はですね、いち早く避難ができたということで、この死者数の多くはですね、那覇軍港で働いていた朝鮮人だったりとかですね、いわゆる軍関係者だったというふうに言われています。もちろん那覇市民も入っておりますけど、多くは午前中は那覇市街地は空襲されなかったので、避難できたというふうに言われております。で、米軍の那覇侵攻なんですが、4月1日に、本島中南部に上陸しまして、一帯、3日後には石川に到達して南北に分かれまして、南側に攻め入ってきた米軍は、昭和20年の5月10日にアジャ川を渡りまして、いわゆる当時の回し村ですけど、アジャに入りまして、それから新都新地区から、泊那覇ということを向かって攻撃をしまして、那覇市域は6月中旬までには制圧されております。で、アジャを渡った那覇地域の一帯は、新都心真壁方面で激戦を、しておりますが、ついに北側から来た米軍も含めて5月27日に日本軍は首里城を撤退して、29日には、米軍が、首里城を占領したということになります。はい、次お願いします。はい、で重々空襲の後の那覇なんですが、このような形でですね、もう本当に焼け野原という、形で、これはもう那覇の中心地で、もうマーシャは映っておりませんけど、当時の重々空襲はですね、焼夷弾を使った。焼夷弾っていうのは火がついて燃えるんですね。米軍は日本のような木材建築が多いところでは焼夷弾の方が有効じゃないかということで、試験的に沖縄の重々空襲で、使いまして、このような形で見事、点々としているのは当時コンクリート石で作られた建物なんですが、それ以外は全て、海人に帰したという、状態です。橋はまだ若干残って橋はその後米軍が渡したんですかね。南明治橋、北明治橋も少し映っておりますが、はい、右側に映っているのは大野山の面城になります。はい、ちょっと次やって次から近代から、はい、すいません、じゃあちょっと戻してもらって、はい、ここから後が戦後になりますので、ちょっと休憩を入れたいと思います。よろしくお願いします。
はい、また天の声でございます。よろしくお願いします。はい、もうすぐ、はい、再開しますけども、またここでちょっと、はい、皆さんにお知らせです。今回の、はい、レジュメの方が、講座のレジュメを用意しております。今、チャット欄の方の最初の方に、書いてあります、内から書いてありますけども、公式ツイッターと公式公式ツイッターと公式フェイスブックですね。こちらの方に今回の、講座のレジュメの方、概要を載せたレジュメの方を用意してますんで、こちらの方も合わせてご参照ください。後で、はい、この講座、動画アーカイブ残しますんで、もう一度見返してちょっと勉強したいという方は、こちらのレジュメの方も参照しながらぜひ見ていただければと思います。で、アーカイブの方でですね、ちょっとチャット欄のリプレイが見れるんですが、それがちょっと反映されて、最初の頃反映されてない場合もありますので、その時にご自身で、探していただいて、公式 Twitter と公式、Facebook の方での、レジュメも参考にしてください。で、それから質問の方についてもですね、チャット欄で、今書き込みできますので、ぜひ最後の方にちょっとお時間いただければと思いますので、その時までに、ぜひ書き込んでいただいて、ご質問ぜひぜひお待ちしております。はい、ということで、では、もうすぐ再開します。はい、再開します。戦後で今までちょっと長々と王国時代から、沖縄戦まで、ちょっと説明させていただきまして、少し長くなりましたけど、やはりちょっと回しという、とこが何から発生していったのかとかも含めてちょっとお話ししたので説明的でちょっと長くなりましたが、次からは戦後の世界はですね、写真が多くございますので、写真中心にちょっと話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今映っている焼け野原と那覇の中心街なんですけど、そこからですね、那覇というのはですね、非常な発展を届けることになります。これが75年前の、那覇の風景なんですが、それからは、首里回しおろくも含めて、大那覇市になっていく、過程が見えますので、そちらの方を説明していきたいと思います。では次お願いします。まず戦後の那覇なんですが、いきなり またすぐすいません、文字になりましたけど、沖縄本島のですね、中北部の方に、沖縄住民すべて集められまして、それ以外の地域にはですね、米軍関係者以外は、沖縄県人はいないという状況です。中北部に集められた収容人数ですが、収容所に集められたんですが、やっぱり地元に帰りたいという声が日に日に高まりまして、米軍の方も、それを受けまして、かつて那覇に住んでた人々は1945年の11月の10日に103名が、坪谷地域に入域します。この日をもって特に那覇は戦後の那覇の始まりというふうに位置づけておりますが、首里市は、1ヶ月遅れまして12月の14日に47名が、寺町、現在の首里中学校付近になりますけど、そちらに入域で、ちょっと飛ばしますけど、4のおろくの方は、年が越えて1946年の2月の上旬ですね、宝上原一帯に入域ということで、こちらは、現在のおろく南公民館があるところなんですけど、そこに、おろく住民戻ります。で、回し住民なんですが、こちらがですね、1945年12月25日、当時クリスマスプレゼントというふうに言われましたけど、回し地域にすぐには戻れずにですね、200名余り、いわゆるまとまりまして、糸満のですね、米須に移動していきます。で、かつての自分たちのいわゆる
地元に戻るのはですね、翌年の5月の半田川を皮切りに入っていくことになります。この45年の12月に米須に移動したっていうのが後のちょっと話につながっていきますが、こちら覚えていただきたいと思います。それとはまた別にですね、港村というのが設置されまして、これが1947年5月1日になるんですが、これはですね、当初ですね、米軍はですね、那覇港ですね、那覇港ですね、那覇港を、軍事拠点として工作作業をしていた、荷物の上げ下ろし等々をですね、日本軍の捕虜にさせていたんですが、日本軍の捕虜をですね、日本本土に返さないといけないということで、いわゆる港湾作業をする人々を募集しまして、それをですね、請け負ったのが、現在の国馬組の、創業者であります、国馬幸太郎さん、国馬幸太郎さんを村長にしまして、港村という、特別行政区域を作りました。この特別行政区域がですね、大野山を中心としまして、隣接する坪川とか曽部とかですね、あと、柿の花一帯、三田地区とかって言ってペルとかって言ってますけど、そこからですね、曽部一帯に、広がる大きな区域でして、ここを港村と言ってまして、そのほとんどがですね、かつての、回しの坪川一帯にあたります。坪川曽部ですね、そこになりまして、そこがですね、その地域が港村だったんですけど、この港村、1950年にはですね、もう港湾作業が、事実上の請負制が役目を終えたということで、この港村解散するんですが、解散するにあたって回しに戻るか那覇市に戻るかということで議会で揉めるんですけど、大多数がそれはもう那覇市でしょうということになりまして、那覇市と合併するんですね。で、回しの方としてはほとんどが回し地域なのに、那覇市に合併するとは何ぞや何たることぞということで、この辺から那覇市とですね、回しのですね、ちょっとした仲違いが起こってきますが、とはいってももう港村ちゃんと村長や村議会もできておりますので、そこで議決されたということで、1950年には那覇市に合併しております。はい、次お願いします。で、ちょっと話戻りますけど、坪谷に、那覇市が11月に、先遣隊が坪谷に入ったということと、そこから戦後の那覇が、始まるんですが、左側の写真はですね、坪谷に、ありました配給所の、写真でして、現在は少し坪谷の通りのポケットパーク的な、広場になっておりまして、少し整備された感じになりますが、遠くですね、曽部の、煙突が右奥の方に煙突とか見えますけど、曽部の、山々が、見えると。で、右側なんですが、こちらが坪谷から先に伸びる坪谷に隣接する神里原といいまして、現在の、上原小学校中学校がある一帯になりますが、ここが神里原という、いわゆる春名ですね。あざ名としては、余儀になるんですけど、日川余儀になるんですけど、春名として小あざ名として神里原という地名がありましたので、ここ一帯を神里原という、本当に何もないところです。そこが、坪谷含めて神里原一帯が、戦後の那覇の発展というところになります。はい、次お願いします。で、先ほどの港村なんですが、その工作部隊のために、米軍も協力して企画住宅ですね、ちょっと小さく写っていますけど、曽部の、坂の上に、2x4 の企画住宅で、この時はまだ、藁で作ってるんですかね、藁葺きの家々だと思いますが、その後米軍からの、テントとかですね含めて、企画住宅 2x4 の企画住宅が増えるようになります。で、2万人を超える住民が、住んでましたので、大野山ではですね、港村の港村の運動会というのも、行われていた。
この辺りの旗頭は多分戦後初の旗頭じゃないのかなというふうには思っています。はい、次お願いします。はい、で那覇の発展なんですが、まだもちろん当初まだ、那覇、首里、回し、小禄というふうに、4つの地域がございますが、米軍はですね戦前県庁所在地であった那覇をですね、沖縄の首都と位置づけるんですね。でこれに呼応しまして那覇市の方としても、都市計画を立てないといけないということで、早稲田大学の教授で、石川栄養博士をですね、招きまして、都市計画の指導を行っております。でこの石川構想というのがありまして、まずですね、那覇市は地域が非常に狭いと。ですので近隣市町村と合併をしないといけない。当時はですね豊見城まで含めた、首里、回し、小禄、豊見城まで、占めた地域まで構想していたようなんですが、少なくとも、首里、回し、小禄の、西2村の合併っていうのは絶対条件であるというようなことをずっと説いております。で、核となる市場、国際通り、そして旧那覇市街地の開放というような形を、那覇市の都市計画の柱として、やっていきます。先ほど言いました坪谷と神里原の方に那覇市民が入ったというお話しましたけど、旧那覇からするとですね、旧の那覇市からすると坪谷牧市っていうのはですね、かつての那覇地域のいわゆる端っこなんですね。いわゆるハンタバンタになりまして、かつての市街地のところには住民は戻れてないんです。でなぜ戻れてないかというと、旧市街地はですね那覇の港に近くございまして、那覇の港が米軍基地ということで、そこから約1マイル 1.5 キロ、半径 1.5 キロ地域はですね基地のために住民の立ち入りが禁止されております。そのためにですね旧那覇市街地には住民たち戻れないんですね。でそのために、1マイルから外れました坪谷回しといういわゆる那覇の外れに、まずは那覇市住民が先発隊として入ってきて、そこから那覇が広まっていくと。ここに書いてますように旧市街地の開放は1951年からなんですね。戦争終わって45年の11月に、市民が那覇に戻ってきて、それから5、6年経たないと旧市街地は開放されないんです。この5、6年の間にですね坪谷牧市地域がですね飛躍的な発展を遂げるんですね。そういったこともありまして現在の那覇市域の、中心街というのが、国際通りから坪谷牧市を中心とした一帯っていうのがかつて那覇市の中心地としてなっていくことになります。市町村合併の話がございますが、これは写真を見ながら、ちょっと説明していきたいと思います。次お願いします。また地図なんですが、地図がですねなかなか拡大とかでできずにちょっと厳しいところではあるんですけど、地図のですね真ん中から少し上に、右から左に伸びている道が一本の道が、国際通りです。わかりますかね。そうですね、一本道伸びてるんですけど、そこの真ん中ぐらいからいわゆる下に伸びていくのがいわゆるガーブ川になります。ここにですね水上店舗ができまして、で右側にですね三日月というかちょっとこう描いたのが平和通り、がございまして、ここから下の方にかけて、旧市街地ができ那覇市の市街地ができる。ですからここ以外は何て言いますかね、絵にしてないと言いますか、これ1951年頃の地図なんですけど、それ以外は人が入っていないので、地図に書いていないという、
かつての那覇市民はここだけで生活していたと言われるぐらいの地図ですね。ただそこはですね、南区南藩というふうな形で分かれていきまして、作っております。でここでですね、ちょっと面白いのが、この地図を4等分にすると、左下の区域はですね、いわゆる曽部とか坪川一帯になるんですが、そこは先ほど言いましたように、1947年から港村に取られていたところなんですね。戦前までは回し村の村域だったんですけど、戦後の47年から港村に取られてまして、その後50年に那覇市に合併したので、この那覇市地図にはその港村から、合併した地域も一緒に書いている、ことになります。だからいわゆる右下半分は回し村域になるので、この地図でも書かれていないということになるんですね。はい、次お願いします。でその回し村なんですが、回し村もですね、坪谷に近接しておりまして、神里原というふうに先ほど言いましたが、あそこ日側は、まだ坪谷回し村域だったんですね。ですから坪谷が発展すると神里原に波及が及んで、回し一帯にも、いわゆる人々が住み始めると。1950年代のですね、マッチにはですね、那覇市南区とかっていう書いているのもあるんですけど、神里原とかですね、少し那覇市じゃないところは那覇市郊外とかですね、回しとは書かないんですね。那覇市郊外というような表記の仕方をするんですけど、さすがに回しもですね、那覇ばっかしにその人を取られてはもうちょっとやはり面白くないので、回しもですね、自分たちのいわゆる市街地を作るということで、当時女川女性、女川武志知事だった武志知事のお父さんになりますが、女川女性が、その時回し村の村長だったんですけど、一工女子試案があった、場所をですね、当初はですね、学園都市にしようという、構想を持ってたんですが、1950年にですね、首里城跡に琉球大学ができて、この回しの学園都市構想っていうのがちょっとついえてしまいまして、そこでですね、商店街料亭街も含めたですね、一大、商業地域に、変更を しまして、現在の栄町というのができております。当時栄町はですね、沖縄まだ桜坂とかですね、その辺りが開放できていませんので、沖縄で最初の、いわゆるなんて言いますか、料亭街といいますか、大きな歓楽街だったになります。で、歓楽街ができると、映画芝居ということで、現在の栄町の沖縄銀行さん、昔のホームセンターがあったところですけど、沖縄劇場という映画館も、作られていました。はい、次お願いします。で、那覇に近接する地域からですね、近接する地域は人々が、移り住んで非常に発展していくんですけど、前半の方では話したように回しというのは非常に畑耕作地が広がる場所でして、周辺地域はですね、まだ、農村のイメージが非常に色濃く残っていました。戦後もなんですが、こちら1950年代60年代近いんですけど、国場のですね、キャベツ畑とか、国場の城、この道が現在、今右側の写真は、今の国道の、329、330、与那原街道の一部だと思いますけど、国場集落、いわゆる国場の回し農協国場支店あたりの前あたりかなと思っていますけど、そのあたりを通るいわゆる田園都市というかのどかな風景が残っているところです。でですね、この他村からの移住者激増というふうに書いておりますが、
回し地域はですね、こういった畑が多かったので、いわゆる家々が建てやすいといいますか、地主から許可を得れば、そこを住宅地にすることができるんですね。那覇はですね、まだこの頃開放されてなくて、那覇は入れないので、那覇市民以外の人たちが、那覇に仕事を求めて、坪屋とかそういった、できつつある中心商店街に仕事を求めてくるときは、周辺に住むようになるんですね。それの居住地が回し地域だったということになります。でその、下地としてはこのような形で戦前から続くいわゆる土地が、人々が住むだけの土地があったということになります。はい、次お願いします。はい、でここは人々が住むようになった地域なんですけど、いわゆる耕作地をですね、どんどん宅地化していくわけですね。寄宮地域、そこも回し小学校の近くなんですけど、この一帯も人が住むようになったために、畑をどんどん後ろの方には、家々が建ってきてますが、どんどん畑が潰されて家に変わるというその前の状況です。右側の余木の方なんですけど、これ余木市場という、かつての今の灰から湯から、いわゆる那覇警察署の向かいあたりの方なんですけど、後ろにある後方に見える集落は、現在の余木集落、余木小学校の裏の方になるかと思いますけど、そこから前の畑をどんどん耕して、耕してっていうか住宅地として宅地として、変えていこうというような写真です。はい、次お願いします。一方ですね、もう一つ回しのいわゆる北の方、アジャアメクの方なんですけど、あの一帯にも集落がございましたが、左手の方ですけど、左手は上野やアメク一帯の集落はですね、アメリカがですね、浦添の牧港に、補給基地といいますか、キャンプ金座でしたかね、あそこ、あそこを作るんですけど、あそこに勤める、軍人たちの、住宅エリアとして、アメクの方に牧港、アメクの方なんですけど、牧港ハウジングエリアというふうに名前を付けまして、いわゆる広大な敷地を、米軍基地として作っていきます。回しはこのような形でこことかですね、今回ちょっと写真ないんですけど、ガソリンタンク、小倉のガソリンタンクといった米軍基地に取られたところも、開放されて、現在の新都心のような、住宅街、新しい町というふうになっていくことになります。はい、お願いします。はい、少しまた話、戻りますが、これが1955年ぐらいですかね。少し51年当初からは、少し、道がきれいになってというか、先ほど石川栄養の都市計画の中にもありましたように、国際通りが1952年から拡幅工事が始まりまして一本道になります。で、51年からはいわゆる地図の左側になります旧市街地もですね、だんだん開放されていきますので、そこに那覇市役所とかですね、琉球政府、等々が移るようになりまして、那覇市の地域がですね、どんどん広がっていきます。今回はちょっと牧師の方までも、地図はだいぶ書かれるようになっているかと思います。はい、次お願いします。はい、でもそういった形で、回しもですね、人が増え出しましたので、那覇市も、回しの方もですね、もちろん先ほど言いましたように、ずっとこの間那覇市は、地域を広げるために、首里市、回し村、小禄村と合併したいということをずっと言っているんですが、回しはですね、少し、港村のこともございまして、ちょっと那覇市との確執も、ありましたので、
対等合併にしたいと。で首里市とか小禄村はですね合併を望んでたんですね、那覇市と。首里は戦前から人口も減ってきてますし、やはり米軍がですね那覇を沖縄県の首都とするというふうに強い意思表示をしておりますので、首里小禄も、合併を望んでたんですが、回しはですね、土地との境界、先ほど言いましたように港村の問題とか、神里原一帯のですね市街地になった時のなんて言いますかね、境界の問題で那覇と揉めてまして、那覇に吸収されるんじゃなくて対等に合併したいという意思を示しまして、まずはじゃあ市になろうということで1953年の10月1日もうすぐですね、回し村からまず市に昇格します。回し市になるんですね。でこれが市の市昇格の祝賀会で、市昇格の祝賀パレードというのも、行っているところです。はい、次お願いします。で、これがですね当時の、1950その後ですね54年に小禄と首里が那覇と合併するんですが、緑色の部分がですねいわゆる那覇になります。でピンクで書かれているところが、回しになるんですね。で、この地図で、見て分かるように坪屋とか中真ん中のですね少し左下のところ、袖とか、辺りが緑色に塗られておりますけど、先ほど繰り返しになりますけど港村の関係でもうすでに那覇に取られてるんですね。で回しは若干小さくなっておりますけど、那覇に近接して自分たちも広大な土地を持っているし、那覇と対等に合併できるということで、この時は合併を見送っております。首里と回しの同時合併を、那覇は望んでたんですけど、回しはこの時は合併しないということで、1954年首里と小禄が那覇と合併する時にはドーナツ合併とかですね、回しは後回しとかですね、そういった言葉で、いわゆる、合併様式でした。はい、次お願いします。そういった、ことも言われてたんですが、やはり、時代の趨勢として那覇市と合併して、大きな自治体にならないといけないということで、当時のですね、尾長女性、この時市長が、またいるんですが、ちょうどこの頃ですね那覇市はですね瀬長亀次郎市長になっておりまして、ちょっと議会でもいろいろ揉めていたんですが、この年この12月に、瀬長亀次郎追放ということも、ありまして、少し那覇市の政局も落ち着いたということで、57年の12月に回しとの合併が、うまくいきまして、この時ですね、少し話飛びましたけど、合併推進の、尾長女性と、合併よりもちゃんと回しとして、きちんとしましょうという宮里英樹、両、代表がおりまして、そこでの南北対立とかっていうような、があったんですが、尾長女性が、最後の回し市長になりまして、那覇市との合併をするというふうに決めて、1957年に回し市と那覇市が、合併、そこで現在の、那覇、首里、回し、小禄という4地域を含めた那覇回し大那覇市というのが、できることになります。で回しの市庁舎とちょうど回し役所という表札を取り替える、写真をここで載せております。はい、次お願いします。合併によってですねやはり、合併当時の回し職員、この方々はいわゆる那覇市職員になるわけですね。尾長女性、回し市長は那覇市の助役として、迎えられています。そういったポスト関係とかもですねやっぱり合併の時にはいろいろあったようです。職員の配置の問題とかですね、そういったのはやはり今と変わらずあったようです。
で、合併祝賀会も朝との、現在もうなくなりましたけど龍英劇場で、行われております。はい、次お願いします。合併の、合併を祝う、パレードということで、左の写真は、合併記念パレードに待機する回し中高生の写真ですし、国際通り一帯を歩く回し市民の、パレードになります。いわゆる、本当にこれで、みんな意気揚々と大那覇市ができるということで、合併現在の那覇市になったということが言えるかと思います。はい、次お願いします。はい、で那覇市と合併して、今後ますます栄えるということで、回し地域の写真を載せておりますが、これがですね現在のバイパスといいますか、麻戸駅、麻戸交差点、真ん中ちょい下が麻戸交差点で、右側の四角い建物が、何ですか、先ほどの沖縄劇場、ボーリング場のところなんですけど、そこから、北に伸びる緑の右側に見えるちょっとした緑は、真壁地域で、左側には、ちゃんと映ってませんけど牧港のハウジングエリアが見えるという状況ですね。はい、次お願いします。で、これも真壁上空からですが、右側に、一本伸びてるのが、国際通りで、左側に伸びてるのが左側に広がってるのが、国道329でしたっけ、あっちは、330ですね、330の一部になります。このような形で、右側がいわゆる那覇になるんですが、最初の方に見せた回しの工作地帯から見るともう、雲泥の差といいますか、本当にもう家々しかないというか、工作地はもう全くないという、世界になりますね。那覇というのはもうそういうふうに工作地を全て居住地域にしたという、でそのほとんどが回し地域というふうにが言えるかと思います。はい、次お願いします。これはこれも同じですけど、下の方には真壁と、新都心のハウジングエリアが映っておりますけど、下の方の真壁地域も現在区画整理が進みまして、ここもまた、こういった畑というのはもうほとんども見られない世界ですね。新都心の、ハウジングエリアに関してももう区画整理が進んで居住地域になってますので、この一帯のいわゆる緑というのはほぼなくなったという、ところになります。はい、これがいわゆる75年前の回し野のいわゆるのどかな風景だったところが本当に、那覇に仕事を求めて各地の共有会とか来るんですが、そういった人たちが、居住地を求めて集まってきた、結果がこういう形で回しに家々が立ち並んだということになります。はい、お願いします。はい、現在の那覇市なんですが、ちょっと去年のデータなんですけど、人口面積で、32万人、本町管内、旧那覇、かつての那覇っていうのは、2とか4とかなんかそんな数字だったと思いますけど、現在新都心地域、回しの北部地域も本町管内というふうに捉えてますので、面積が少し増えております。でそこに約10万人で、首里管内はですねほぼあまり変わらないんですね。そこが5万7千人で、回し地域、ここがですね、那覇の方に北部回しが取られましたので面積は減りましたけど、やはり、10万5千人と、那覇市内の、管内ではやっぱり一番の人口が多いところ、居住地域というふうになっております。小禄もですね、約6万人、あそこも金城一帯の区画整理ができてますので、今後また人口は増えるかと思います。
はい、次お願いします。はい、これがですね、現在の那覇市、先ほど見たように色分けしたおろく、左側からおろく、真ん中那覇、ピンクが回しで黄色が首里ということになりますけど、この4つの地域が現在那覇市ということになります。右黄色いところにある大きな丸が、首里城ですね。で、ピンクのですね、真ん中より上の方に小さいの赤丸がありますけど、こっちが三栄のメインプレイスまあ位置関係分かるためにちょっと下ろしてますけど、で緑のところの、青と近接するところに、赤がありますけど、こっちが、ジャスコ、オロクジャスコですね。で皆さん一番端っこピンクのですね下の方に緑のマークがあるかと思いますが、そこがですねマイマイ那覇の所在地です。マイマイ那覇というのは、変な言い方すると回しの外れでもありますし、那覇の外れという、ところということになりますかね。でもそこを人材拠点として今後、ますます発展できればなと考えます。で一応分かりやすくするために、モノレールの、所在地、駅も青丸でしておりますので、少し理解を深め、ちょっと分かりづらいですけど、赤とピンクの境界には赤い線を引いておりまして、これが国際通りになりますので、少しゆっくり後でまた見ていただいて、確認していただければと思います。はい、じゃあ次お願いします。はい、終わりになんですが、平和を願った回し村民ということで、先ほど、戦争が終わりまして回し村民はすぐに、自分たちの居住地に帰れなかったと、12月に糸満の米須に200人余りが移動したというふうになるんですが、糸満米須といえば沖縄最後の激戦地なんですね。で回し村民が何をしたかといいますと、この時回し村民を率いてたのが金城和信といいまして、一工所の先生だったのか、すいません、ちょっと最後の、村長だったのかちょっとすいません忘れましたけど、娘2人がですね姫入り部隊に入っておりまして、消息が分から、結局亡くなってたんですが、消息が分からないということで、この米須一帯に、はもしかしたら自分たちの娘の手がかりがあるかもしれないという思いがあったようなんですね。でそういった形で回し村民が入って、その米須一帯に広がる、散らばっているいわゆる白骨した骨をですね集めるというのが回し村民の最初の仕事でして、その方々が、集めた骨を、もう軍民問わずですね、集めた骨を回ったのが沖縄最初に作られたといわれる魂魄の塔、これは回し村民が、作ってるんですね。で次お願いします。で、魂魄の塔の次にはですね、今度姫入りの塔、糸須伊原ですか、辺りのここが姫入り最後の舞台だったという、話がありまして、ここを整備しようということで右側にあります姫入りの塔を、建立して、4月7日には建立のために集まった回し村民が、いわゆる慰霊祭というのを行っているんですね。はい、次お願いします。はい、で、やっと、そういった、糸満の方では、魂魄の塔、そして姫入りの塔を作って、それから1年かけてやっと反対側の方を含めて変えるんですが、1949年にですね、いわゆる既存3周年でしたかね、を祝った、春山数部、田舎では昔から、できた作物の大きさなんかをや馬の速さなんかを競う春山数部っていうのが行われてるんですけど、それをするために回し村民が集まって、現在の回し小学校、この道は回し小学校から上間に登る道だと思われるんですけど、その一帯に数多くの回し村民が集まって、
回しの復興を願ったという、この写真にもありますように本当に周辺何もない、山といいますか、耕作地なんですけど、ここが現在では全て家々で埋め尽くされているという、場所になります。このような形で、回しの方々は、村に戻るまでには遺骨収集も含めて、大変な思いをしながらこれから、回しを地域を発展するために、頑張っていったと思われますという、頑張っていったということになります。はい、次終わりですか。はい、すいません、ちょうど12時の、ベルも鳴りまして、最後に、少し難しい話といいますか、変な話ですけど、回しというのはもともとの回し村民というのはそう多くはないです。現在のところですね、何倍にも、かつていわゆる那覇市街から、沖縄本島や宮古八重山も含めていろんな人たちが、那覇に居住をしておりますが、その多くはですね、那覇に近接する回し、ここの畑地を、宅地に変えて、回しがいわゆる都市化したということになります。最後にふさわしくはないんですけど、かつて、首里城の三平の一部としてありました回しの平というのは、回し間切りというのは、那覇や、小禄、柿の花一辺までずっと領有していたんですが、那覇ができ、さらにそこからどんどん分割する形で港村を分け、最後は、那覇市に合併するというような形でですね、那覇市というような形になってしまいました。回しという言葉がですね、現在では、あまり回しってどこって言われた時にここっていう明確に言える場所はないんですが、この一帯が回しだったと。で、回し村民こういう形で、戦後復興平和危機を行っていったんだよということを、改めて、考えていただければと思います。はい、今日の話はこれで終わります。どうもありがとうございました。はい、岡間さんありがとうございました。ごめんなさい、今回のお話を聞いて、古い地図や、写真に興味を持ちました。どこかで今回のような、古い地図や、写真を、撮れる、見れる場所や、おすすめの、お話、書籍等はありますかということで、ごめんなさい、ちょっとですね、OBS の方が少しちょっと止まってしまっていたようですので、もう一度ちょっと説明しますね。質問が来ております。タマさんからです。ほかま先生、とても興味深いお話ありがとうございました。古い写真、地図や、写真の説明分かりやすかったです。今回のお話を聞いて、古い地図や、写真に興味を持ちました。どこかで今回のような古い地図や写真を見れる場所、おすすめのお話、書籍等ありますでしょうかというご質問でした。いかがでしょうか。はい、パレット雲寺歴史博物館というのがございますので、そこで写真地図も見ることができますし、歴史博物館のホームページにも写真は載せておりますので、そこから見ることもできます。はい、おすすめの一冊というと、難しいです。ただ、おすすめというよりは少し難しい、私の今の話の基礎になりますが、回し獅子という、1957年に合併前に回し師が独自で出した本がございまして、これが、過去から現在の回し師合併前の姿を全部書いておりますので、それを読むとかつての回しの地域の姿っていうのは、よくわかるかと思います。回し獅子、中央図書館などにもあるんですけども、大抵は今貸し出し禁止になっているので図書館で見ていただくということになるかと思います。はい、はい、他にございますか。
今のところご質問がまだ来てないですね。はい何かご質問とか、ありますか、古塚さん。はい、今このお話をいただいた中で、特に回しの地域っていうのが、興味深いのがですね、確かに最初の出だしのところで道村、小禄でしたら小禄村というのがありますし、そういうのがこの回し、ハエバル、それから西原には確かないですね。で回しもかつての回し郵便局っていうのが、半田川にありまして、現在も半田川に、引っ越しましたけれどもあります。で、敷名が、いわばこの周遊ということにはなったんですけれども、回し郵便局、あれがどうして半田川にあるんでしょう。どうしてですかねやっぱり敷名、一応半田川も敷名のかつては一部だったという意識もあったんですが、それとやっぱり通りとかそういった面での交通網っていうのは大きいのかなというふうには思います。また戦後半田川から入ってるっていうのも関係あるんでしょうか。そうですね、回しの人はですね、はい、豊見城の嘉数で一旦待機して、でそこから入るんですけど、いわゆる各地域ごと、いわゆる集落ごとに入るんですけど、半田川から入ったっていうのは何かくじ引きがあったのかですね。なるほど。ちょっとそこまでの経緯っていうのは正直よくわからないんですけど、ハンター側が先に入って、そこからという形なんですね。なるほど。そういうことも関係しているかもしれないというところですね。はい、ありがとうございました。さて今日は、那覇市歴史博物館主管学芸員の岡間正明さんをお迎えして、この回し地域、マイマイ那覇のある回し地域の歴史と文化ということでお話をいただきました。現在の地図も、作っていただいて、このマイマイ那覇が非常に端っこの方にあるというのもよく分かりました。ここからですね、また、大いに発信をしていきたいというふうに考えております。今回の資料も非常にお忙しい時間の中を割いて、細かく作り込んでいただきました。本当にありがとうございました。さて来週のこのマイマイ那覇開館記念講座でございますが、来週が最終回、10月4日この10時からでございます。郷土を知るための本を探そうということで、沖縄本ソムリエの宮城和治さんをお迎えします。そして私古塚が琉球歴史文化話班学会会長として同席をしまして、宮城さんと2人で、郷土を知るための本を探そうというタイトルのもと、いろんな本を紹介していきたいと考えております。どうも皆さんありがとうございました。さようなら。はい、すいません、こちらの方で申し訳ないんですが、追加で、今回のですね、レジュメの方がありますので、動画はもちろんアーカイブに残します。で、動画の、この、講座のレジュメの方は、ツイッターと、それからですね、Facebook ですね。こちらの2つで、JPEG 形式で、掲載してますんで、ぜひ動画を見る際にですね、こちらの方も見ながら参考にしながら、繰り返し見ていただけるとありがたいですということでございました。はい、ということで、では、この辺で、お別れとなります。また次回の、来週日曜日、次回は、10時からですね、ぜひ皆様お忘れなくということで、よろしくお願いします。では、皆様さようなら。